皆さんこんにちは。アイズ・イン・ワンダーランドのアリスです。ゆきです。前回はステーブルビデオディフュージョンのローカル環境構築について解説しましたが、今回はコンフィ UI を使った方法を解説していきます。実はアニメーションに関してはコンフィ UI は非常に優れていて、生成時間の速さ、応用性の広さ、消費 VRAM の少なさなどはナンバーワンだと思います。ノードを使用するためとっつきにくいのが難点ですが、このステーブルビデオディフュージョンに関しては比較的簡単に導入ができますので、これを機にコンフィ UI を使ってみてください。今回は初めての人でも大丈夫なようにコンフィ UI のインストールから話していきます。いつもと同様ですが、 NVIDIA の GPU の入っているパソコンを使用していることを前提としています。ステーブルビデオディフュージョンを快適に動かすためには 12GB のビデオメモリーが入っているグラフィックボードが必要だと思います。あまり古いグラフィックボードも動かないかもしれません。もうすでにインストールできている方はこのパートを飛ばしてください。いつものように関連するサイトやコマンドは概要欄に載せてあります。インストールの前提条件として Python や Git のインストールが終わっているものとします。ステーブルディフュージョンがローカル環境で動いていれば OK です。アニメーション関連のものを作るときは FFmpeg もインストールしておきましょう。 FFmpeg はこの動画をチェックしてね。では始めていきます。まずいつものように C ドライブ直下に新しいフォルダを作ります。全角文字を使わない名前にしましょう。次にコンフィ UI のホームページに行きます。少し下の方に行くとインストーリングの項目の Windows の項目の中に Direct Link to Download という青い文字があります。これをクリックするとコンフィ UI の 7zip ファイルがダウンロードされます。次に 7zip ファイルを展開するために 7zip のホームページに行きます。一番上のダウンロード64ビット版をダウンロードします。ダウンロードされた 7zip のインストーラーをダブルクリックします。インストールの小さいウィンドウが出ますのでインストールを押します。警告が出ても OK で進んでください。次にコンフィ UI の圧縮ファイルを右クリックしてその他のオプションを確認を選択します。その中の 7zip を選択して展開を選択します。展開先のディレクトリを記入する場所がありますので、そこに先ほど作ったフォルダーのディレクトリを貼り付けます。そして OK を押すと展開が始まります。大きいファイルですので違う場所に展開すると移動するのが大変ですから、目的のフォルダに展開してくださいね。次にコンフィ UI を使うときにとても重要になるコンフィ UI マネージャーをダウンロードしておきます。今回も使用しますし、コンフィ UI を快適に使用するためには必須の拡張機能ですので、これを機にダウンロードしておきましょう。コンフィ UI フォルダの中のカスタムノーズフォルダーからコマンドプロンプトを開きます。コンフィ UI マネージャーのホームページに行ってコードのところから URL をコピーします。コマンドプロンプトに Git クローン半角スペースに続いて今コピーした URL を貼り付けます。そしてエンターを押します。これでカスタムノーズフォルダの中にコンフィ UI マネージャーフォルダーができました。では Run NVIDIA GPU バッチファイルをダブルクリックしてコンフィ UI のインストールと起動を行いましょう。初回は少し時間がかかりますが、それでもステーブルディフュージョンなどと比べて非常にインストールも起動も早いです。起動するとこのようなノードが入った画面が開きます。前回に閉じたノードをそのまま開いてしまうので、私はすでにステーブルビデオディフュージョンの画面が開いてしまっていますが、初めての人はデフォルトの1枚への画像生成用の画面になっていると思います。この画面はノードというボックスとそれをつなぐエッジやリンクなどと呼ばれる線によってできていますが、今回はそれらの細かい説明は行いません。もし細かいことを知りたい方は私が以前に作成したコンフィ UI の使い方の動画を見てください。動画のリンクは概要欄です。
今回はノードについてほとんどわからなくても大丈夫です。では次にチェックポイントやローラなどのいろいろなファイルをステーブルディフュージョン WebUI から呼び出せるようにしておきましょう。Config.UI フォルダに入っていただき、エキストラモデルパスやムールイグザンプルというファイルをコピーしてその場でペーストしてください。最後がコピーエグザンプルというファイルができると思います。このファイルのヤムール以下の部分を消去してください。拡張子を変えることへの警告が出ますが OK で進んでください。そしてダブルクリックしてこのファイルを開いてください。私は VS コードの画面で開いていますが VS コードを使っていない人はテキストファイルかもしれません。どちらでも問題ありませんがなるべく VS コードをインストールして使うようにしましょう。何行目かがすぐにわかるし、記入ミスをしたら教えてくれますよ。ファイルの7行目のベースパスのところに普段使っているステーブルディフュージョンのパスを入れます。ステーブルディフュージョン WebUI のフォルダーのパスをコピーして貼り付けます。ここでバックスラッシュをスラッシュに書き換えてください。そして一番最後の WebUI の後にスラッシュを追加しておいてください。コントロールプラス S でこのファイルを保存して終了してください。先ほどから開いているコマンドプロンプトと WebUI 画面を一度閉じて再び Config.UI のバッチファイルをダブルクリックして Config.UI を起動しましょう。どの種類のグラフでもロードチェックポイントというノードがあると思いますのでそのノードのチェックポイントの部分をクリックするとお使いのモデルがずらりと並ぶはずです。ノードや線の集まりをネットワークとかグラフとかと呼んでいます。これで Config.UI のインストールが終了です。もしも以前に Config.UI をインストールしてしばらく使っていなかった人はアップデートフォルダの中のアップデート Config.UI バッチファイルをダブルクリックして Config.UI をアップデートしてください。Config.UI マネージャーの方は Config.UI フォルダの中のカスタムノーズフォルダの中の Config.UI マネージャーフォルダを開いてそのアドレスバーからコマンドプロンプトを開きコマンドプロンプトに git-pull と入力して更新しておいてください。では早速ステーブルビデオディフュージョンを使うためのノードの組み合わせであるグラフを入手しましょう。概要欄にある Config.UI Examples というページに入ってください。このページにイメージ to ビデオということで2つのアニメーションがあると思います。この上側の画像がイメージをアニメーションにするイメージ to ビデオで下側のアニメーションはプロンプトを書き込むことができるテキスト to ビデオです。まず上の画像を使っていきましょう。アニメーションを右クリックして名前をつけて画像を保存を選びます。ダウンロードフォルダに画像がダウンロードされます。その画像を Config.UI のウェブ画面にドラッグ&ドロップしてください。そうするとイメージ to ビデオを行うためのグラフが出来上がります。とても簡単ですね。そうですね。自分でノードを組む必要はありません。画面の動かし方ですがマウスホイールで拡大と縮小できます。マウスを動かすと画面を水平移動できます。直感的ですね。まずイメージオンリーチェックポイントローダーのノードのところにステーブルビデオディフュージョンのモデルを選択する必要があります。これはステーブルディフュージョン WebUI のチェックポイントが入っているフォルダーと同じになりますのでステーブルディフュージョン WebUI のチェックポイントが入っているフォルダーにお使いになるステーブルビデオディフュージョンのモデルを入れてください。ステーブルビデオディフュージョンのモデルは4種類あるのですがモデルのダウンロードサイトは概要欄に入れておきます。モデルの違いに関しては前回配信したローカル環境でのステーブルビデオディフュージョンの動画で紹介しています。今回は SVD-XT イメージデコーダーというモデルを使っています。モデルを選択するときに下の方に隠れているモデルを表示するときはマウスホイールで行うのですが回転方向がイメージしている方向と逆だと思いますので注意してください。下を見たいときは上に回してね。次にロードイメージですがConfig.UI フォルダーの中のインプットフォルダーの中に入っている画像を選択することができます。デフォルトではエグザンプルファイルの女の子の絵が入っています。この独特な絵ですね。
少し違う絵を使ってやっていきましょう。今回はこの車と女性の絵を使ってアニメーションを作っていこうと思います。この画像をインプットフォルダに入れます。一度更新ボタンで WebUI を更新します。更新してもグラフは変化しません。ロードイメージから先ほどの画像が選択できるようになっていますので選択します。ノードに画像が入りました。 SVDXT モデルは25フレームで学習されているのでビデオフレームズのところを25に変更します。その他はデフォルト状態で画像を生成してみます。この Q プロンプトをクリックすると画像が生成されます。初回の生成時はモデルのダウンロードがありますので少し時間がかかりますが、それでも比較的早く画像が生成されていきます。ノードの中の緑色になってる部分が今働いてるところになります。タスクマネージャーも出しておきましょう。動画を撮りながらだと 15.2GB の VRAM を使っていますが、他の作業をしていなければ 12GB の VRAM で十分画像が生成されそうです。前回の動画での検証では生成時間が長くなるだけでアウト・オブ・メモリーにはならない感じでしたね。デフォルトの 1024×576 の画像生成ですので、以前に紹介したローカル環境ではかなり VRAM を消費していましたね。マックスまで使っていましたね。コンフィ UI の場合は非常に少ない VRAM 消費で画像が生成されています。驚きですね。コマンドプロンプトも出しておきますが、さらに画像生成がかなり早いです。たった1分4秒で動画が生成されました。ローカルや Google コラボでは5分ぐらいかかりました。出来上がった動画がこちらになります。女の子の顔がぐちゃっとなってしまいましたが、背景や車などはとても綺麗な動画になりました。ただアウトプットフォルダを見てみると、動画ではなくて静止画の WebP ファイルが保存されています。MP4 ファイルで保存できるようにノードを少し変えましょう。ここで最初にインストールした Confi UI マネージャーが活躍します。右下のマネージャーのところをクリックすると Confi UI マネージャーメニューが出現します。その中のインストールカスタムノーズを選択します。右上の検索窓に VHS と入力してサーチを押してください。そうすると Confi UI ビデオヘルパースイートというノードが選択できますので、インストールボタンを押します。インストール後にリスタートを求められるので、リスタートをクリックして確認ウィンドウの OK を押します。そしてクローズをクリック。そうすると先ほどの設定のまま再びグラフが表示されます。何もないところをダブルクリックすると検索窓を開くことができます。検索窓のサーチのところに VHS と入力しましょう。 VHS ビデオコンバインというノードが選択できますので選択します。 VAE デコーダーからセーブアニメーション WebP につながっているリンクをビデオコンバインノードにつなぎます。ビデオコンバインノードのフレームレートを6に合わせて、生成されるファイル名の頭につくプレフィックスネームをデフォルトのアニメイト GIF から SVDXT に変更します。フォーマットのところから MP4 の名前がついているものを選びます。私はビデオ H264MP4 を選びました。これで再び Q プロンプトを押します。そうするとビデオコンバインのところに動画が表示されます。シード値を固定していなかったので先ほどと違うアニメーションが生成されました。今度は女の子が消えてしまいましたね。イリュージョンですね。アウトプットフォルダを見ると SVDXT から始まる MP4 ファイルが生成されていることがわかります。今回は細かい検証はしませんが、画像サイズやフレーム数、ステップ数、CFG スケール、サンプラーなどいろいろな項目が選択できますので、調整しながらアニメーションを作ってみてください。次からすぐにこのグラフを呼び出せるように JSON ファイルに保存しておきましょう。Confi UI フォルダに名前は何でも良いですが、新しいフォルダを作ります。名前をテンプレートにします。 WebUI の右の方にあるセーブをクリックするとダウンロードフォルダに JSON ファイルがダウンロードされますので、先ほど作ったフォルダに入れておきます。これで今度からこの JSON ファイルをグラフのところにドラッグ&ドロップすれば今のグラフが出現します。では次にテキストトゥビデオをやっていきましょう。
先ほどのビデオサンプルのページに戻りましょう。先ほどは上の動画を使いましたが、今度は下の動画から右クリックで名前をつけて画像保存を選択して画像をダウンロードします。そして ConfigUI の画面を開いて、グラフのところに今ダウンロードした画像をドラッグ&ドロップします。そうするとグラフが変化しました。グラフを見るとまずロードチェックポイントというノードがあり、ここから画像を生成するチェックポイントを選ぶことができます。デフォルトでは SDXL1.0 セーフテンサーズファイルが入っていますが、ここはお使いになっているチェックポイントを選択してください。私は使っている SDXL のベースモデルを選択しました。 SD1.5 のモデルも選択できますよ。次にプロンプトを書くところがあります。デフォルトでプロンプトが入っているので、今回はこのまま使用していきます。またその下側にネガティブプロンプトを書き入れる項目もあります。こちらもデフォルトでやっていきます。下側に Empty Latent Image というノードがあり、これが画像サイズになります。デフォルトではステーブルビデオディフュージョンが学習されている 1024×576 が選択されています。次に K サンプラーですが、ここでステップ数やサンプラーやスケジューラーなどを選択することができます。今回はこのまま生成していきます。次にイメージオンリーチェックポイントローダーというところからステーブルビデオディフュージョンのモデルを選択します。先ほどと同じ SVDXT イメージデコーダーモデルを選択しておきます。次に動画の設定ですが、このグラフではデフォルトでビデオフレームが25になっていますので、最初は全てこのデフォルトの設定のままで生成していきます。先ほどと同じように、このままでは MP4 ファイルが生成できないので、先にノードを追加して MP4 ファイルで出力できるようにしておきます。先ほどと同じように何もないところをダブルクリックして、検索窓に VHS と入力してください。ビデオコンバインノードが出現しますので、先ほどと同じようにフレーム数やファイルの先頭につけるプレフィックスネームや出力の時の形式であるフォーマットを選択してください。そして VAE デコーダーから出ているリンクをビデオコンバインノードにつなぎます。これで Q プロンプトを押して生成していきます。Failed to fetch というエラーメッセージが出ました。実は先日からこの動画を作成しているのですが、一日中このまま画面を開きっぱなしで時間を空けていたため、タイムアウトになっていたかもしれません。一度 WebUI とコマンドプロンプトを閉じて再起動しました。再起動しても先ほど終了した画面と同じグラフで起動してくれます。では Q プロンプトをクリックして画像を生成します。まずチェックポイントのダウンロードが始まっています。緑に変わっているところが今働いているノードになります。このグラフの流れですが、テキストトゥイメージといっても、まず最初の部分で静止画を生成して、その後の部分でその静止画をもとにステーブルビデオディフュージョンでビデオを生成しているだけですので、構造は非常に単純です。静止画を用意してからステーブルビデオディフュージョンを走らせる必要がなく、画像生成とビデオの生成がまとめてできるのが良いところだと思います。タスクマネージャーとコマンドプロンプトも開いておきますが、今は 16GB くらいのメモリーの消費のようです。試せていませんが、おそらく生成時間が伸びるだけで 12GB の VRAM でも生成できるのではないかと思いますので、試してみてください。アニメーションが生成されました。最初の画像生成からアニメーションの作成まで 76.3 秒という非常に速いスピードで終わりました。アウトプットフォルダーに SVDXT から始まる MP4 のファイルができています。生成されたアニメーションがこちらになります。フレームレートが 6fps なのでかなりカクカクしていますが、川が流れながらズームアップするアニメーションが生成されました。こちらも1秒間のフレーム数やその他いろいろなことを設定していくことで、良いアニメーションが生成できるのではないでしょうか。最後に女の子の顔の入った画像を生成しようと思います。チェックポイントを SD1.5 のドリームシェイパーのバージョン8に変更します。このデフォルトのままで行うと最初に生成された女の子の顔があまり可愛くないという問題が起きましたので、A ディテイラーの代わりになるフェイスディテイラーとローラを一緒に使うことができるグラフを組みました。さらにステーブルディフュージョンでアップスケールしてみました。出来上がったアニメーションを比較してみましょう。最終的には画像がかなり良くなりましたね。
メンバーの方にはここで私が使用したグラフの JSON ファイルの配布、その JSON ファイルの使い方、ステーブルディフュージョンを使った効率的なアップスケール方法についての説明動画を投稿しますね。メンバーの皆様、いつもありがとうございます。気がついた情報などもメンバーの方にはいち早く報告していますので、メンバーへの参加もご検討ください。 X もほぼ毎日投稿しているのでフォローしてね。本日は ConfyUI を使用したステーブルビデオディフュージョンの導入と使い方を紹介しました。 WebUI よりはとっつきにくいですが、画像生成の速さや消費する VRAM の少なさなどはこちらの方が優れていますので、これを機に ConfyUI も使ってみてください。本日の動画はこの辺りで終わりにしたいと思います。ぜひチャンネル登録といいねボタンをお願いします。お願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。さようなら。バイバーイ。